今回、ターンのカービングするのに、基本となる、動き、角付けと荷重とローテーションっていうのがカービングには必要だよって言われてるんですけど、荷重なんですけど、この荷重が結構板に圧を加えようと思って、ちょっと勘違いした動きをしてる人もちょっと多いんじゃないかなっていう風なことが見受けられるので、ちょっとそのね、荷重っていうところと板を立てるっていうところを、ちょっとね、僕なりの考えをね、ちょっと発していければなと思います。で、板を立てるときって、体をターンの内側へ倒せば倒すほど板っていうのは立ってきます。で、荷重っていうのは板に対する圧なんですけど、自分で圧を加えていくときに、結構ね、みんな、しゃがむような感じで、こういう姿勢をとって、荷重をかけていこうってする人が結構います。滑ってるのね、よく見かけるんですけど、でも、このしゃがみ込むような動きって、角付けとしてはね、あんま変わってこない。むしろ、やりすぎると、板が寝てしまうっていう可能性があります。で、実際にしゃがんだところで、これ体重計に乗ってみると分かるんですけど、しゃがんだって自分の体重は変わらないんですよね。なので、あんまりこれね、こういうしゃがむっていう動きは、板へ対する圧っていう点では、あんまり意味のない動きになってしまいます。で、ちょっとね、縦で見ると、しゃがめばしゃがむほど、特に僕、ダックスタンスなんで、しゃがめばしゃがむほどお尻が板の外へ出ていってしまいます。で、頭が内に倒れて、内倒したこういうしゃがんだ姿勢をとっても、板も立ってこないし、圧もあんまり加わってないっていう風な状態になります。じゃあどうするかって言ったら、カービングターンにすごいこう手こすって、雪面にすごい近くなった滑りをしてるように見えると思うんですけど、これってしゃがんでるわけじゃないんですよね。しゃがんでるわけじゃなくて、なんならそんなにしゃがんでない姿勢で、いかに重心を雪面に近づけて低くなっていくか、こう重心を近づけていく。これによって板が立ってくる。で、さらに体をちょっと起こしてあげる動きが板に対する圧に加わってなってくるんで、しゃがむ動きではなくて、もうなんならこう板と重心はなるべく離す。で、重心と雪面は近づける。そうすると板っていうのは立ってきます。なのでさっきのしゃがむ姿勢っていうのは、むしろ重心と板が近づいていって、重心と板は雪面は近づいてこないんですよね。なんでこういう荷重ではなくて、こっちへこう圧を加えてくる。そうすると板も立ってきて、重心も雪面に近づく。で、板への圧も加えられるっていう風な感じになります。これがでも、こう頭が下がってお尻が出て、こういう姿勢に体を倒しても、重心と雪面はちょっと遠いんですよね。で、しかも頭とお尻のラインが板の外に出ると、いくらこう傾いても、板に対する圧は弱いまま。なので、こうではなくて、体を起こすっていう動きが板に対する圧に変わるんで、ちょっとそういう意識を持ってもらえるといいかなと思います。要はこれね、しゃがんだ姿勢にしても頭の位置っていうのはこのぐらい低くなってるつもりなんですけど、同じようにしゃがんではないけど雪面に対する頭の位置っていうのはこれ低いんですよね。そういう、形でしゃがむっていう風な感じじゃなくて、体倒していって板を立てて体を起こして圧を加えていくっていう風な滑り方をしてるんじゃないかなと思います。僕も実際そうやってね、板に圧加えて深回りのターンをしていってます。はい。じゃあヒールターンの方もそうなんですけど、これも板に対してこうしゃがんでいって小さくなっていくっていう人も結構いるんですけど、これも一緒で、しゃがめばしゃがむほど可動域が弱まっていく動きになります。で、しゃがんでも板に対する圧はあんまり加わりません。なので、逆に角付けが強まらないってことは、ボコボコしたバーンとか緩い斜面はそれも有効なんですけど、しっかり板立てて深いカービングしようと思ったら、ヒールサイドも重心を雪面に近づけて
そうすると板が立ちます。で、それに対して体を起こしていってあげる動きが板へ対するこの圧。わかるかな。ギュッと踏むと、このまま倒れてるだけだと、今板の、フレックス全然効いてないんですけど、これを体を起こすことによって板がしなって雪面に全部ね、つくような感じになります。これで圧を加える。要はしゃがんで圧を加えるんじゃなくて、雪面に重心を近づけて体を起こす動きで板への圧を加える。そうしてあげるとしっかりカービングの時ね、角付けを強くして上で圧も加えていくっていう姿勢が取れるんじゃないかなと思います。じゃあ今度は実際にしゃがんだような感じのターンと、しゃがまないでね、実際にしっかりと重心をターンの内側へ倒していきながら体を起こして圧を加えていくっていう風な滑り違いをね、実際にやってみたいなと思います。比較動画です。重心の位置と角付けに注目して見てみてください。実際僕も滑ってて、しゃがむターンだと、すごいカービングはしてるんですけど、下に落とされていってしまって、スピードに乗っちゃうなーっていうね、ちょっと恐怖心がありました。だけど、やっぱり角付けをしっかりしていくと、深くね、カーブしてきてくれてるんで、急斜面でもあんまり怖くないんじゃないかなと思います。なので、板に荷重をしよう、それでね、板を走らせようっていう時にしゃがむような感じのねターンをしてる人は、ちょっとしゃがむっていうんじゃなくて、重心をねさらにターンの内側にして体を倒して板を立てる。で、体を起こして板に圧を加えるっていう風な、頭のね中で認識を変えて滑りをちょっと変化していってもらえたらいいんじゃないかなと思います。もちろんこれだけではなくて、これをやるにはね、しっかりしたポジションを取った上でその動きをしていかないと、やっぱ次のターンにつなげていくのは難しかったりするんですけど、それはまた別のところで、深掘りしていければいいかなと思います。で、今回は角をしっかり立てる方法と荷重する方法、それをね勘違いしている方が多いので、こういう風な方がいいよっていう風な動画でした。はい、以上になります。港里塾の須藤剛でした。